皆さんこんにちは。月とスパイスの達也です。今日はケララチキンカレーというものを作っていきたいと思います。ケララというのは、南インドの、左下の方にある州のことで、そちらの方で一般的に作られているカレーのことです。で、ケララチキンカレーの一番の特徴は、こちらのココナッツミルクを使うことです。北インドの、バターチキンカレーとかに比べてシャバシャバしているのが特徴的になってます。分量などは概要欄の方に載せておきますので、そちらを後で見てみてください。じゃあこれから早速作っていきましょう。玉ねぎは大きさに個体差があるので、だいたい1個 200g から 250g ぐらいだと思ってください。じゃあ千切りにしていきます。はい、じゃあニンニクと生姜も切っていきます。ニンニクは一回潰して千切りです。で、生姜も千切りです。続いてトマトは、フレッシュトマトでもいいんですけど、缶でも大丈夫です。今日はフレッシュトマトを使っていきます。だいたい1センチ角ぐらいのざく切りにしましょう。はい、じゃあ続いてお肉を切っていきます。インドはですね、皮を取る習慣があります。日本で野菜の皮を剥く感覚と一緒なんでしょうね、きっと。鶏肉も、こちら一口大にカットしていきます。じゃあこれで、材料のカット終わりました。はい、じゃあ早速作っていきたいと思います。はい、まずは油を敷きます。はい、じゃあ温まってきたのでニンニクと生姜入れて香りを出していきます。はい、少し香りが出たら玉ねぎを加えます。はい、じゃあここから玉ねぎ飴色になるまで炒めていきます。最初は玉ねぎを炒めるときは、玉ねぎから水分が出るのでそんなにいっぱいかき混ぜなくて大丈夫です。少し茶色に焦げついたかなっていうぐらいの感じでも全然大丈夫です。少し時間を置いてひっくり返しても、少し表面茶色くなってるぐらいで焦げてるわけではないので、火加減はだいたい強火から中火ぐらいの火加減で炒めてみてください。スパイスカレーを作るときは、日本のカレーみたいな感じでだしだったりそういうブイヨンだったりっていうのを使わないので、この玉ねぎをしっかり炒める作業で味のコクを出していきます。少し縁が焦げつくぐらいになったら一回差し水してあげましょう。こうすることで茶色い部分が、全体に馴染んでより綺麗な飴色になります。じゃあもう一回差し水します。火加減とか玉ねぎの量にもよるんですけど、だいたい5分から10分ぐらいを目安に玉ねぎは炒めてみてください。時間が短くても、飴色になれば OK です。はい、だいたいこんな感じで玉ねぎ飴色になりました。はい、じゃあここにトマトを加えていきます。トマトを入れたら、強火から中火でトマトの水分が出るまで炒めていきます。トマトはしっかり潰して、玉ねぎとなじむまでしっかり混ぜてあげましょう。玉ねぎはしっかり潰して混ぜてあげた方が全体になじんで美味しくなると思います。はい、こんな感じで玉ねぎが潰れて水分が飛んできました。ヘラで押した時に水分が出ないような感じですね。そしたらここに、パウダースパイスを入れていきます。使うスパイスは、コリアンダーが
大さじ2、ターメリック小さじ1/2、チリパウダー小さじ1/2を入れて炒めていきます。爽やかな感じを出したいので少しコリアンダーは多めに入れてます。チリパウダーは、辛さお好みで、今回は1/2入れたんですけど、お好みで辛いの好きな方は、増やしてみたりしてみてください。で弱火で30秒ぐらい炒めてあげると香りが立ってきます。はい、そうなったら一旦火を止めてあげましょう。はい、じゃあここに、塩小さじ2、鶏肉、さっき切った鶏肉ですね。でそれと、水をだいたい250ぐらい入れて、これでまた火にかけていきます。お水を入れたら沸騰するまでは強火で煮込んでください。はい、じゃあ、煮立ってきたら弱火にして蓋をして5分間煮込んでいきます。で現地に行くと北インドだと、バターとかあと生クリームを使うし、南インドに行けばココナッツミルクを使うみたいな感じで、その地方地方で作り方があるみたいな感じです。で、日本でいうと、お好み焼きで例えるなら、大阪のお好み焼きと広島のお好み焼きがあって、広島の人は自分たちの地域のお好み焼きのことを広島風お好み焼きって言わないのと一緒のように、南インドの方の地方の人は、チキンカレーっていうと、オーソドックスに、ココナッツを使うのが特徴的になってます。はい、じゃあ5分経った感じがこんな感じになってます。でここに今回の主役のココナッツミルクを入れます。はい、ココナッツミルクを入れたらまた強火にしてひと煮立ちさせましょう。はい、じゃあここでひと煮立ちしたらまた弱火にして、最後5分間また煮込んでいきます。はい、じゃあ5分経ったので開けます。いい感じですね。南インドは暑くてご飯が主食なので、こういった感じのさらっとしたスープ状のカレーをご飯とよく混ぜて食べるのが主流になってます。はい、じゃあここでガラムマサラ入れます。これもあってもなくても大丈夫です。はい、でケララチキンカレーの、こちらも特徴になるんですけど、ホールスパイスの方を最後に、こちらのプラプラ、これインドで買ってきたテンパリング用の、小鍋ですね。でこちらを使って、最後香り付けをしていきたいと思います。この小鍋がない人は、普通の小さいフライパンでも全然大丈夫です。こちらの鍋の方に油を、大さじ1加えます。で火にかけます。でマスタードシード、こちらも小さじ1/2加えます。マスタードシードは強火でマスタードシードがしっかり弾けるまで加熱してあげてください。テンパリングっていうのは、このスパイスの香り成分を油に移す作業のことです。でこうすることによって油に、包まれたその香り成分がカレーと馴染んで、香りに奥深さを与えてくれます。で南インド現地に行くとカレーリーフっていうものを使うんですけど、日本だとなかなか手に入らないので、こちらのマスタードシードだけで大丈夫です。でマスタードシードがはじけたら火を止めて鷹の爪を入れてあげます。で香りがついたら、油をカレーに注ぎます。なじませたらケララチキンカレーの完成です。